サワディカップでございます。タイ住みます芸人のあっぱれ小泉と申しますけども、どうもよろしくお願いいたします。さあ、この度私ですね、なんとハリウッド映画に出演しまして、ハリウッドデビューいたしました。ありがとうございます。いやー、ほんと僕みたいなね、地下芸人がハリウッド映画に出れる日が来るとは思いませんでしたけども、そもそもなんでじゃあそのタイに住んでる日本人の芸人がハリウッド映画なのって思うと思いますんで、軽く説明させていただきますとですね、その先日ネットフリックスで公開されましたケイトという映画でございまして、なんとですね、今現在全世界で視聴回数1位なんですが、そのすごい映画がですね、なんとタイでもこの撮影をしたわけでございまして、そしてなんとこの映画ですが、主演がですね、ファーゴとかダイハード、皆さんもご存知の映画に出ていらっしゃいますメアリー・エリザベス・ウィンステッドさん主演でございまして、監督の方がですね、スノーホワイトとかを撮ってらっしゃるですね、セドリック・ニコラス・トライアンさん、そしてなんと日本人の俳優さんも超有名俳優さんも出てましてですね、浅野忠信さん、あと国村淳さん、宮城さん、内山信二さんというですね、その他にもいろんな方が出てる超豪華な映画なんですが、で私もですね、ちょっとこのオーディションの方にですね行かしていただいたんですけども、結構ですね、やっぱこのハリウッド映画ってやっぱいろんな意味ですげえなと思ったんでですね、今日はちょっとその話せる範囲でですね、ちょっとその撮影の舞台裏をですね、ちょっと話させていただきたいと思います。でそのオーディションの日だったんですけど、そのオーディション会場がですね、めちゃくちゃ超一流ホテルの一部屋でございましてですね、スタッフさんもたくさんいて、あとですね、この日本語の話せるスタッフさんもいましたんで、その方の指示通りにやらせていただいて、台本を渡されて、結構そのいかつい役だったんですけど、その動きとセリフを多分ハリウッドのアメリカから来てる偉い人と、あとタイ側の制作の多分偉い方が見てらっしゃったり、あとそれをビデオに撮って多分監督本人に見ていただく感じだったと思うんですけど、で一応ですね、そのオーディションをなんとか終わった後に、でもハリウッドなんか出れるわけねえからなと思って、ダメならダメでしょうがないや、一生懸命やったしと思ったんですけど、数日後にですね、なんと合格したという連絡が来まして、マジっすかっつって、めっちゃ嬉しいですわって言ったんですけど、気になったのが、あと合格はしたんですけど、ちょっと制作側の方から質問が来てるんですけど、はい、何でしょうかって言ったら、あっぱれさんって格闘技やってましたよね。格闘技やってたっていうか、高校時代に柔道と剣道やって、あと西口ドアさんでお笑いプロレスやったりとか、あとは今はムエタイはやったりしてますけどね、柔術とかっていうのを言ったら、なるほど、じゃあ大丈夫そうですねって言われて、なんでですかって言ったら、アッパレさんの役は格闘する役、主人公と格闘シーンがあって、結構その格闘技的な動きがある役なんで、もしできたらその体を鍛えてやってくださいって言われて、分かりましたという感じで、電話切って、どんな役なんだろうと思ったんですけど、でまた数日後に今度はですね、台本が送られてきたんですよ。英語のセリフで書かれた台本を誰かが日本語訳してくれた台本が僕の元に届いて、こう見てたんですよ。ふむふむ、こういうか、一応セリフもあるんだみたいな感じで見てたんですけど、気になったのが、僕ドアマンっていう役だったんですよ。ドアマン、入ってきた主人公と格闘シーンって書いてあって、格闘シーンマジであるんだと思って、揉み合う主人公とドアマン、激しいアクションが行われた後、ドアマン主人公に鉄で顔を潰されるって書いてあって、怖っと思って、何これ、鉄で顔を潰されるってどういうことと思って、これ翻訳のなんか間違いかなと思って、すいません、この
シーンはどういう感じなんでしょうかって聞いたら、主人公のメアリー・エリザベス・ウィンステッドさん戦っていただいて格闘シーンで、最後は鉄で、顔を、潰される役です。今、そうですよねって、それを聞いてるんですよってなったんですけど、まさしくその通りらしくて、逆にちょっともうめちゃめちゃ美味しいんじゃないかなと思って、ハリウッド俳優さんと格闘シーンで顔をぐちゃぐちゃにされる役ってなかなか美味しいなと思って、でまた数日後に撮影ですってなって現場行ったんですけど、いやめちゃめちゃスケールやっぱでけえなと思ったのが、一応僕とかはオーディションに受かったので、一応出演者という立ち位置だったんですね。で他にエキストラの方もその日のシーンの撮影だと200人ぐらいいらっしゃって、もう大人も子供もいろんな性別の方がいらっしゃって、そのバンコクの郊外のめちゃめちゃでかい場所に、それこそむちゃむちゃでかい日本武道館ぐらいのでかさのですねテントがあって、そこに結構人がみんないらっしゃって、そこで皆さんその控え室代わりになってて、そこで待機したりとかですね、あとはなんとテントの中にもう屋台がいっぱい出てて、屋台のおじちゃんとかおばちゃんがそこで料理を作ってるんですよ。でその先にはテントの中にメイクルーム、メイクをそこでしてる人もいたりとか、スタイリストさんとかもいて、そこで衣装を着替えたりメイクをするっていうテントの中で全部行われてたんですよ。で僕到着して、ミスター小泉あっぱれですよねつって、どっちって言われて、どっちでもいいよつって、小泉でもあっぱれでもいいよつったら、じゃあミスターあっぱれちょっと先にご飯を食べてくださいって言われて、そこはもう普通に屋台でチョイスして、タイ料理美味しかったですけどね、それを食べてですね、食べ終わって、じゃあこれ待ってればいいんだな出番までと思って、その時入り時間が14時だったんですけどね、入ってちょっと待ってよかと思ったら、いやミスターあっぱれあなたはそこじゃありませんって来てくださいって言って、ここじゃねえんだと思って、でそのスタッフさんの後こうついていったらですね、さらにその先にトレーラーが何台か、トレーラーっていうかキャンピングカーかな、キャンピングカーが何台か止まってて、これなんだろうなと思って、俺キャンプしに来たわけじゃないけどなと思って、この中があなたの控え室ですって言われて、マジでと思って、初めてですよ、いろんな撮影行かせていただきましたけど、日本とかでも楽屋控え室がキャンピングカーってなかなかない経験ですからね。でキャンピングカー入ったらもう本当に普通に椅子も高級な椅子があって、そこにもうメイク室みたいになってるんですよ。もう僕椅子の上がメイク道具がいっぱいあって、で衣装もあってベッドもあるんですよ。びっくりしたのがシャワーもあって、シャワーもベッドもあるから、普通にもう何日間か泊まれる。冷蔵庫もあって、中開けたらいろんなコーラからいろんなもんがあって、自由に飲んでくださいって言われて、しかもなんかコンシェルジュさんみたいな人がついてくるんですよ、一人なんか。なんだこの待遇、大丈夫かな俺地下芸人ですけど大丈夫ですかってぐらいの待遇だったんですよ、本当に。いやハリウッドすげえなと思って、でそっからしばらくそのくつろいだ後に、じゃあそろそろもしかしたら出番かもしれないですね、お願いしますっていうことで、そこからさらにですね撮影現場まで移動したんですよ。で撮影現場移動したのはいいんですけどですね、やっぱその映画とかって待ち時間長いなっていうのは覚悟したんですけど、なんとそこからですね出番が来るまで、8時間ぐらい待機しましたここでまさかの8時間待機、その撮影場所の控え室用意してもらって入ってたんですけど、他の対人役者の皆さんと8時間待機しましたね。でも僕はマシなんですよ。僕は一応なんかスマホを持ってよかったんですよ。スマホとかで僕タバコ吸うんで、タバコとかも持ってって必要最低限の持ってったから、なんとか時間は潰せたんですよ。けど他のエキストラの方とかはその写真とか撮っちゃダメだから、撮影現場でスマホも全員没収されて8時間ずーっと待機してたから、めちゃめちゃ大変だったかもしれません。で結構遅い時間になっちゃったんで、もう一回お弁当が支給されたんですけど、まあ普通にちょっと期待してたんですけど、さすがハリウッドですね。タイでもやっぱりステーキ弁当なんですね。すごかったです、本当に。ちゃんとしたステーキ弁当を出されて、もう結構払えてたんですけど、もうめちゃくちゃうまかったです。もうスケールがマジですげえなと思いましたね。
で、なんでそんな時間かかるかというと、やっぱ監督さんのこだわりがあったりとか、もう規模がでかすぎて、やっぱ細かく何回も何回も撮り直すんですよ、シーンを。それでなんか時間かかったらしくてですね、結局僕の出番来たのがもう深夜でしたからね。8時間、さらにそこから何時間か待機して、やっと出番が来たんですよ。やだな、俺この後、やだけど楽しみだな、顔潰されんのかと思って、どういう感じだろうなと思って、その出番のリハが始まるってなったんで、ちょっと緊張しながら待ってたら、スタッフさん近づいてきて、すいません、ちょっと今、急にですね、ちょっと変更がありましてですね、だいぶ大幅にシーンが変わりましてですね、格闘シーンはなくなりましたって言われて、いやいや、十何時間待ってたんですけど、格闘シーンなしですかってなって、そうですね、ちょっとあと、監督さんが結構ね、アドリブっていうか、その場のシーンを急に変えたりする方らしくて、こだわりの職人肌の監督さんらしくてですね、ちょっと今、撮影時間がそろそろ押してきたのと、監督が違うシーンをひらめいたんで、そっちにしましょうって言われて、そっちにしましょうって言われても、ね、僕も、いや、格闘シーンやりたいですよとか言えるポジションじゃないんで、わかりましたっつって。で、撮影始まったんですよ。で、そのシーンもですね、結構時間かかって、いろんな何パターンも撮って、そっからさらに1時間2時間ぐらい撮ったと思うんですよ。まあ8分か10分ぐらい経ちましたけど、お話を聞いていただきましてね、散々ハリウッド映画デビューしました。なんとネットフリックス2作品目です、出演すんのみたいな感じを出してね、地下芸人なのにハリウッド映画出れてすごいでしょうみたいな感じに映ったかもしれませんけど、そんなことはございません。安心してください。台本が急に変わった結果、ハリウッド映画に出たと言ってもですね、出演時間5秒でした。 F1 のぐらいの短さでした。だから撮影してなんとなく感づいてたんで、振りとしてもう大々的にツイッターとかにはハリウッド映画デビューしましたって書いてたんですけど、やっぱり案の定5秒だけでしたね。まあ一応そのセリフはありましたし、そしてですね、まあ5秒といってもハリウッド映画に出たことあるよとは言えると思うんでですね、納得して、しかも嬉しさはあるんですけど、それをですね、はるかに上回る男がね、いるんで、最後にちょっとご紹介したいと思いますけど、その男とはですね、同じタイ住みます芸人の T の極みくんなんですけど、 T の極みくんはなんと3日間もスケジュール取られてて、で彼もオーディションを受かってますから、やったじゃんってなったんですよ。でネットフリックスでケイトが公開されてすぐ見て、で自分のシーン見て、いやすごい一瞬だけだけどまあ嬉しいなっつって、あとありがたいことに一応出演者なんでエンディングロールも名前出てくるんですよ。ちょっとあっぱれ小泉って名前出てくるんでエンディングロール見てほしいんですけど、とか見てて、あれ T そういえば見つかんなかったな、もう一回見てみようと思って、で T の極みを探したんですけど、あれっつって3日間も撮影シーンあったから結構出てくんじゃねえかな、楽しみだったんですよ。自分が出る以外になんかそのね、仲いい後輩が出てるから、それ見るのも楽しみだったんですけど、出てないんですよ。 T どうしたのかなと思ったら、なんと T の極みくん、撮影期間3日間参加して、がっつり朝から夜までずっと撮影現場にいました。頑張ってました。早起きして、夜遅く終わってもまた早起きして現場で待機して、演技も一生懸命頑張りました。しかし T の極みくんの登場シーン全カットでしたまさかの全カット。さすがにエンディングロールはでも出てんだろうと思って何回も見ましたけど、 T の極みくんエンディングロールすらカットでございましたすごい、芸人としてはめちゃくちゃ美味しいと思いますよやっぱりまあでも T の極みくんもね、めちゃめちゃ頑張ったんで、T が悪かったわけじゃないですからね。 T の演技がダメだったとかそういうんじゃなくて、本当にたまたまそのシーンだけカットになっちゃったっていうことらしいです。その理由は分かんないですけど、 T の極みが悪かったわけじゃないんで、そこはちょっとちゃんと言っておきます。彼はちゃんと仕事はちゃんとしました。
ということでね、言える範囲でございますけど、そのタイで行われたハリウッド映画の舞台裏、撮影舞台裏ですね、なかなかできない貴重な体験をさせていただきましてですね、いや、嬉しかったです。で、あと、散々待ち時間が長えよとか、台本変わったよとか言ってたんですけど、文句じゃなくて、それも全部いい経験ですし、あとスタッフの皆さんがめっちゃいい人でした、みんな。本当にいい経験させていただきまして、本当に嬉しかったでございます。ということでね、ネットフリックスで、公開中のケイト、ぜひご覧になってください。ということで、以上、あっぱれ小泉でございました。また今後も頑張ります。ご視聴ありがとうございました。